水で希釈しても撥水効果は低下しませんです。はい、と書いてあります。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッパシノピーです。今回はちょっと雨が降っているので、撥水ウォッシャー液がどれだけの効果あるのかっていうのを試していきたいなと思います。ごくごくありそうな企画なんだけども、僕基本的に塗るタイプの撥水剤を使っちゃってるので、撥水ウォッシャー液っていうのを使ったことがないんですよね。過去にその撥水ウォッシャー液がボディについたらどうなるのかっていう検証はやったことあるんだけども、実際に撥水ウォッシャーをガラス面にかけて撥水してない状態がどれぐらい撥水するのかっていうのは見たことないんですよ。なので今回実際にちょっと使ってみようかなと思います。で、今手持ちの撥水ウォッシャーがないので、イエローハットに買いに行ってきます。行こう。はい、買ってきましたと。これがガラコの純水仕様撥水型ウィンドウウォッシャー液ですね。これは過去にボディにウォッシャー液がついたらどうなるのかっていう検証で一番シミになりにくかったものです。本当はね、いろんなウォッシャー液で試したいんだけども、撥水剤みたいに分けて使用することができないので、今回はとりあえずこれですね。よし、やってこい。はい、そしたらウォッシャー液の方をほぼ抜き終わりました。もう出ないね。じゃあちょっと純水器を使ってタンクにちょっと水を入れて何回か出したりして洗浄をします。よし、 OK。 はい、一応抜き終わったので、次にガラス面の撥水剤を落としていきます。よし、終わり。そしたらちょっと水をかけます。よし、撥水はしておりませんね。もう今は浸水状態ですね。こういった感じ。全く弾いてなくて、こののぺっとしてる感じ。これが雨が強くなってくるともう非常に見にくくなったりするんですよね。で撥水剤っていうものを使うんだけども、今はそのジェットタイプで簡単にシューってやって終わりっていうやつもあるんだけども、いちいち塗る手間もなっていう人も中にはいると思います。なので今回はウォッシャー液を撥水タイプにしてどう変わるのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。はい、そしたらウォッシャー液を入れていきます。使い方はここにも書いてあるんですが、他のウォッシャー液とかとは混ぜないでくださいっていうのと、ウォッシャーのタンクを空にした後は経路を洗浄するために何回か水を入れてまた出してくださいと。これ先ほどやりました。でもうある程度きれいになっていると思うので入れていきたいと思います。3倍まで水で希釈しても撥水効果は低下しませんですと書いてあります。そしたらちょっと入れていきますか。この口を押さえて、よし、入れ終わりました。そしたら実際にウォッシャーを使ってみますか。はい、そしたらひさしの下から外に持ってきました。で分かりますかね。撥水剤が施工されてたら雨がたらって落ちる感じなんですが、水の膜が張ったガラス面に雨がポツポツ当たっているので波紋みたいのがね結構目立つんですよ。でこれがちょっと見にくいと。一回ちょっとワイパー使ってみますか。普段撥水剤をなかなか施工しない人とかはこのワイパーを動かして雨を避けるんですよね。けどこれもタラッと落ちるのではなく結構とどまる感じなので、走行しながらウォッシャー液使ったらどうなるのかっていうのを見ていきたいなと思います。やっぱ水滴が垂れないから頻繁にワイパーを使わないと結構見づらいですね。止まってワイパーを使わないとこんなような感じ、もうどんどん見づらくなってきますね。2秒3秒に1回ワイパーを使っておかないともっと見にくくなっちゃうので、ちょっとここら辺でウォッシャー
出してみますか。はい。おお、違う。全然違う。弾いてる弾いてる。前の車がね見やすくなったね。一気に全体的にもう結構撥水してますね。どうです？これ何回もねやんなくても良さそうですね。1回でも結構変わりますね。で何回かやったからといってどんどん撥水していくって感じは今のところなさそう。こんなもんかな。何もしてない時よりかは全然見やすいけど、撥水剤塗るタイプと比べると撥水力はちょっと劣ってるかな。ダラっていうのがなくなったもんね。かといってワイパー不要かっつったらそんなこともないね。やっぱ見にくくなったらしっかりワイパーを使う。全然違うわ、ミセコと比べるとね。今だいたい80キロぐらいです。80キロ出してもビュンビュン飛んでくっていう感じはないけど視界は良好です。まあまあこんなもんかなって感じはありますね。塗るタイプより撥水するとは思っていなかったので、ある程度想定内かなと僕は思います。飛んでくまではないけど波紋みたいのがなくなるだけでだいぶ見やすくなりますね。水滴の粒の大きさっていうのが一個一個小さいので見やすい。ミセコよりかはクリア。まあとりあえずこんな感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらガラコの撥水型ウィンドウウォッシャー液を実際に使ってみて、撥水剤を施工していない時とどういった違いがあるのか、要はこの撥水ウォッシャー液でどれだけ水はじきがあるのかっていうのを見てみました。塗るタイプに比べてやっぱ撥水力は劣るなといった感じです。今回高速道路乗ったんだけども80キロでも飛んでかないぐらいの撥水力だから、まあその塗るタイプと比べちゃうと撥水力の部分はぐんと下がっちゃうなっていう感じはあるんだけども、何も施工してないよりかは全然いい。よく駐車場とかに止まってる車雨の日見るとワイパーの部分だけもう浸水状態の車結構あるんですよ。やっぱりそのフロントガラス見にくいと事故とかにもつながってくるので、ウォッシャー液も一つ手なのかなと僕は思いました。けど撥水力はあれぐらいですよ。もっと求めるってなると塗るタイプとかを使った方がいいかなと僕は思いました。あとは僕はね撥水ウォッシャーダメだわって思ったことないので、っていうかまあそんな使ったことないので何とも言えないんだけども、ノズルが詰まるっていうのはよく聞きますね。けどまあ撥水ウォッシャーじゃなくてもノズル詰まる時は詰まるので、どうなんだろう、これがもう月1ペースで詰まるってなるとさすがに面倒くさいと思うんですよ。でウォッシャー液も進化してるからそんなことないんじゃないのかなとは僕は思ってます。あとはやっぱりその塗るタイプと比べてウォッシャー液をこう出してワイパーでこう飛ばすってなるとやっぱムラとかにはなっちゃうかもしれない。ガラスの端の方とかはね。今回使ったガラコの撥水型ウォッシャー液っていうのは純水が使われているのでシミみたいのにはなりにくいんだけども、そういうのはありえるのかなと思います。あとね気になったのが塗るタイプを使った上に撥水ウォッシャーを使ったら性能はちょっと劣っちゃうのかどうか、一緒に使っていいのかどうかとか気になっちゃったので、時間があれば検証したいなっていうのと、今回この検証をしていてちょっとワイパーの調子が悪かったんですよ。ビビりがあったので撥水ワイパー今から買いに行って撥水ワイパー単体だとどれぐらい撥水するのか検証していきたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。他のね撥水ウォッシャーとかも気になるけどね。